皆さんこんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は何をするの？今回は VBA でステレオグラムを書いてみようと思うぜ。ステレオグラム？ステレオグラムって何？立体視とかマジカルアイって言われてるやつだな。見ればこれだってすぐわかるぜ。これだ。ああ、これね。目が良くなるって言われるやつ。こんなのが VBA で書けるの？調べてみると意外と簡単だったな。元ネタはここで、Python のプログラムになってるやつだな。ほほう。それを VBA に移植してみたぜ。ほほう。それがこんなやつだぜ。あら、意外と短いわね。とりあえず、流してみましょうか。ふむ。確かに書けてるね。動画だと、立体感を伝えられないんだが、この辺りに、丸がくぼんで見えるはずだぜ。画面に顔を近づけて、より目みたいな感じで見ると見えるよね。それじゃ、マクロを見てみましょうか。冒頭は、関数の宣言や定数の宣言だな。お、出ましたね。お得意の Windows API が。メッセージボックスタイムアウト A については、こちらの動画を見てくれぜ。このサブがメインの処理で、関数名とかも、例の Python のプログラムを踏襲してるぜ。ドットパターン、隠されている図形、ステレオグラムは、別々のワークシートに書くので、それの追加をやって、36行目からそれぞれを書く関数を呼び出してるぜ。ふむ。まずはドットパターンを書く関数。ところでなんでこれ関数になってるの？サブルーチンでもいいんじゃない？そうだな。戻り値もないので、サブルーチンでいいんだけど、ウプ主の好みだな。ほほう。64のドットパターンを作るんだが、1から255までの乱数を発生させて、その値をセルに書き込んで、その値を RGB 関数に放り込んで、セルの背景色にしてるな。細かいエクセル方眼紙に色をつけてるわけね。そうだぜ。次の処理もそうだけど、エクセル方眼紙のセルに色を塗ることによって、図形を書いてるな。次は隠されている図形を書くんだが、円を書いてるな。ふむ。セルに色を塗ると同時に、円の内部になるセルには1を入れている。ふむふむ。さて、次はステレオグラムを書く処理だぜ。いよいよ、メインの処理ね。そうだぜ。どうやって立体感を出すかなんだが、実は簡単で、へこませる図形の部分だけ、ドットパターンを横にずらせばいいだけなんだよな。それだけでいいの？複雑な図形を書きたい場合は、もっと面倒な計算が必要なんだが、単純な図形なら、パターンをずらすだけでいいんだぜ。マジで？処理としては、まず左端にドットパターンを置いている。これが86行目の前の部分だな。もっとって何？あまりの計算だな。ドットパターンは64だから。縦方向のセル番号が65以上になったら、ドットパターンの長さより大きくなってしまうから、あまりを求めることで、65以上の数字を1から64までの数値に直してる。ほほう。そして、エルスのところはこういうことをしている。横方向のセル番号が65以上になったら、基本64セル前のセルと同じ色にするんだけど、図形を書かなければいけないセルは、64-α 分だけずれるようにしていく。ほほう。まあ、少しずれてドットパターンを書いていくんだけど、たったこれだけで立体的に見えてしまうんだよな。しかも、見た目にはドットパターンがずれているのもわからない。
これ考えた人はすごいよね。最後に、セルに書き込んだ数値を消して出来上がりだな。出来上がったステレオグラムはバカでかいと見えないから、50% ぐらいに縮小させてみてくれだぜ。くれだぜ。そんなわけで、今回の動画はこれでお開きにするぜ。さて、いかがでしたでしょうか？この動画が参考になったら、高評価チャンネル登録をお願いします。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。